皆様、本日はお忙しい中、本イベントにご参加いただき、誠にありがとうございます。私、本日のモデレーターを務めます、富士通の三好と申します。よろしくお願いいたします。近年、企業のサステナビリティ経営は喫緊の課題であり、単なる環境負荷の低減にとどまらず、社会や環境に積極的に良い影響を与えるネットポジティブという概念が注目を集めています。これは企業の持続的な成長と社会課題解決を両立させる、まさにビジネス変革の鍵となる考え方です。本日はネットポジティブの実現に向け、テクノロジーを駆使して実際に変革を推進されているチェンジメーカーをお招きし、具体的な取り組みや競争の秘訣について深く掘り下げてまいります。まず、登壇者をご紹介させていただきます。サステナブルシェアトランスポート株式会社経営企画部長の永瀬さんです。永瀬さんは昨年、ヤマトグループが共同配送のオープンプラットフォームを提供する会社として設立した SST で、日本の物流を持続可能なものにしていくため、まさにこのネットポジティブを実践され、物流業界の未来を牽引されているチェンジメーカーです。そして、富士通株式会社よりアカウント責任者である西村アカウントジェネラルマネージャーです。西村さんは、永瀬さんとの競争を通じて、SST でのネットポジティブ構想実現に大きく貢献されています。永瀬さん、西村さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速トークセッションに入ります。最初のテーマはネットポジティブ実現への道のり、SST と富士通の競争の軌跡についてです。永瀬さん、まずは SST で取り組んでいらっしゃるネットポジティブの具体的な実践についてお伺いします。特に記者が最も革新的だと感じている点、あるいはその実現において特に課題だと感じた点、それをどのように乗り越えてきたのか、具体的なエピソードを交えながらお聞かせいただけますでしょうか。はい、SST の永瀬でございます。今日はよろしくお願いいたします。SST が所属しておりますヤマトグループでは昨年、中期の経営計画サステナビリティトランスフォーメーション2030ファーストステージというものを策定いたしまして、持続可能な未来の実現に向けてサステナビリティを経営の軸に置いた発信をしております。その中で今回私が所属しております SST では物流の2024問題と形容される物流の需給逼迫並びに気候変動という2つの社会課題に対して共同配送のオープンプラットフォームの提供を通じて改善を目指しています。革新的だというふうに僭越ながら思っているのは、物流事業者の取り組みに終始せず、荷主企業と一緒になって取り組みを推進していくということでございます。日本の輸送の大部分を占める法人間の輸送については、荷主各社の、皆様が運送会社をチャーターする、いわば航空業界に例えますと、プライベートジェットを手配している状況になります。ただ、このジェット機はいつまでも手配できるとは限らない環境下に日々変化してきております。SST では事前に定めた運航ダイヤに荷主企業がスペース単位で貨物を予約してもらう設計になっております。先ほどの航空業界の例同様に例えますと、航空キャリアの座席を予約し利用する形態を SST は取っておりまして、荷主企業物流会社双方にとって安定した運用につながるというふうに考えております。予約計画型物流へと商慣行を一部変えることになりますので、荷主企業様の理解、
並びに意識の変革、そして行動につなげていくということについては、道半ばだというふうに認識しております。他にもパレットの標準化など、いくつか課題はありますけれども、サプライチェーン全体の持続可能性の担保、計画というものに向けて課題を一つずつクリアしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。具体的な実践と課題感、大変参考になります。その中で富士通のテクノロジーが大きく貢献されていたというふうに伺っております。そこで西村さん、富士通のどのようなアプローチや具体的な技術が SST 様のネットポジティブ構想、特に今お話しいただいた課題の解決にどのように貢献し、どのような具体的に成果につながったのか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、まず我々のアプローチという点なんですけれども、少し遡りますが、戦略的イノベーションプログラム、通称 SIP というですね、産学間連携で、社会課題にそこで物流における課題というものを、ヤマトグループ様とともに富士通は取り組んできました。この SIP においてはスマート物流というテーマで、個社や企業グループの個別最適というものではなく、サプライチェーン全体でサスティナブルな全体最適の物流というものはどういったものなのかということを取り組んできました。この内容をですね、社会実装、つまり取り組んできたものを実業にしっかりと生かすということが SST 様との取り組みの一歩というふうになっております。続いて技術という点なんですけれども、このサプライチェーン全体で最適を考える際に、信用の土台となる、見せるべきものを、見せてはいけないものといったものを、しっかりコントロールする、アクセス権限コントロールといったものや、万が一データの改ざんがあった際にも、改ざんに対する追跡や、普及を容易にする、それから、他プラットフォームとの、連携といったものを研究開発してきました。こういった基礎技術をですね、SST 様とのプラットフォームに搭載するということに加えて、富士通のユーバンスというものがありますけれども、ここにあるオファリングを活用して、SST 様における受注、計画予約、マッチング、追跡といったような一連の流れをシステムにて実装しております。成果という点ですけれども、業務の効率化といったことはもちろんなんですけれども、SST 様の業務を通じて CO2 の排出量削減といったことを実現できているというふうに考えています。あるお客様との一つのプロジェクトですけれども、共同配送において年間約10トンもの CO2 排出量を削減できているというふうになっております。こういったことを通して持続可能な社会の実現といったことに寄与できているというふうに考えています。今後さらにですね、需給調整に関わるリードタイムの調整ですとか、可視化といったような社会課題解決に取り組む SST 様をさらに支援すべくシステムを導入していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。まさにテクノロジーの力がネットポジティブの実現を強力に後押ししているということがよく分かりました。特に従来の物流課題とサステナビリティを同時に解決する革新的なアプローチだなというふうに感じております。それでは次にこの素晴らしい取り組みを支えている競争の秘訣について深掘りしたいと思います。SST 様は富士通とともに開発した共同輸配送のオープンプラットフォームを通じてステークホルダーとの競争をどのように実現されてきたのでしょうか。特に連携を始める際の困難やそれを乗り越えるためのヒントがあれば具体的な事例とともにお聞かせいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、荷主企業との競争にフォーカスを当てますと、持続可能なサプライチェーン構築という我々が抱えるビジョンについては多くの方に賛同していただけるんですけれども、短期的なコストの増加や運用の変更等に対してハードルを感じられることが多いというふうに考えています。実際に行くにあたり、そのメーカー様、大阪から仙台に着くというその区間を我々が担当させていただく商談をしていたんですけれども、その区間において浜松、厚木、福島と3回中継する荷物の積み替えを行うというふうな我々の中継輸送に対して荷物の積み替えがしっかりできているのかどうか、行えるのかどうかというところをすごく
実際にやる前はご心配いただいておりましたが、しっかりお話をして、問題ないということを理解していただきました。競争の実現に向けては、財務的な指標だけでなく、GHG の排出量の低減を可視化するツールを SST と富士通様で独自に開発したり、法改正に伴う積載率の向上ですとか、荷待ち時間の短縮など、荷主の方に課せられている努力義務の達成にどうこの SST 便を活用することで寄与していくのかということを丁寧にご説明しておりまして、やはりお客様との対話を欠かさないということが非常に重要だというふうに考えております。そうですよね。競争を成功させるにはテクノロジーだけではなく、人と人との関係性やコミュニケーションが非常に重要だと感じました。西村さん、富士通の立場からご覧になって、SST 様との競争の取り組みをどのようにご覧になっていますか？テクノロジーがこの競争にどのような価値をもたらしているというふうにお考えでしょうか？その辺はお聞かせください。はい。まず我々から、SST 様の、競争の取り組みがどのように見えているかということですけれども、競争についてはやはりステークホルダーが多くなるので、総論賛成、各論反対というふうになりがちというふうに考えています。その中でネットポジティブに向かう明確なビジョンをお持ちだということ、そして競争において重要な仲間づくりというところにおいては、すべてを囲い込むという姿勢ではなくて、たくさんのパートナーを呼び込み、お客様に対しても選択肢を提供するという姿勢にとても共感しています。テクノロジーが競争にもたらす価値という点ですけれども、2つあるかなというふうに考えています。1つはお互いが信頼してビジネスといったものを推進できるように、データやセキュリティなど信頼、信用といったものを担保するということで、先ほど永瀬様がおっしゃっていただいたような対話をできる土台を作っていくということ。もう一つはですね、個社だけではできないマッチングをすることによるビジネスの拡大であったり、シミュレーションの、といったものを活用して、効率化を図る、そういったメリットを生み出すことで、取り組みに参加しやすくなるということが、考えられます。富士通としてはですね、こういった SST 様との競争で、培った、知見といったものをですね、生かして他のステークホルダーとの連携も、支援していきたいというふうに考えています。このクロスボーダーな取り組みといったものは、まさに富士通が考えるユーバンスのコンセプトでもあり、最終的にはイノベーションにより社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくという富士通のパーパスの実現に貢献していくものかなというふうに信じております。ありがとうございます。共通のビジョンを持つこと、そしてテクノロジーがそれを加速させるという点が成功の大きな鍵なんですね。本日ご視聴いただいている皆様にとっても、自社での競争推進のヒントというふうに受け取っていただければとありがたいです。それでは、最後のテーマとなります。永瀬さん、ネットポジティブ実現に向けた企業の次のステップとして何を最も重視すべきだと考えていますか？そして今日ご視聴いただいている方々が明日から自社のビジネス変革やサステナビリティ経営の推進に取り組めるような具体的なアドバイスがあればお願いいたします。はい。まず前提としてネットポジティブという考え方はより良い社会を実現するために必要な考え方だというふうに考えております。SST の事業も労働力不足ですとか GHG 排出量削減という社会課題への対応という側面だけではなく、物流の効率化がサプライチェーン全体の強靭化、またでは日本の経済の活性化というプラスの側面につながるというふうに捉えています。今後何を取り組むにしても、キーワードの一つは競争、コークリエーションだというふうに考えております。弊社自体も利用運送事業を営んでおりますので、運送パートナーが必須の事業ともに事業を営んでいるという形だというふうに考えています。自社の強み、そして特徴、そして足りない機能を正確に理解し、またすぐに見つからないにしても最適なパートナー像を考えていくことが非常にこれからは重要だというふうに考えています。時代の変化は想像以上に早くて、自社や
業界の既成概念にとらわれず、失敗を恐れずにチャレンジすることが、より今後重要性を増していくというふうに考えております。ありがとうございます。具体的な一歩を踏み出す勇気をもらえる話だったのかなって感じております。西村さん、富士通としては今後お客様とのネットポジティブ実現に向けてどのような姿勢や関わり方が重要になると感じていますか？また未来の競争のビジョンについてもお聞かせください。はい、我々富士通はですね、事業を展開するスピードであったり、イノベーションなど大きな強みとなっています。こういったことでビジネスを大きく展開できるといったことは、社会に対する影響も大きいというわけで、同時に責任もあるというふうに考えています。このネットポジティブの実現ということに向けては、トップのコミットメントといったことも非常に重要かなというふうに思っておりますけれども、やはりパートナーシップなしでは達成できないというふうに考えています。そのパートナーシップという中で、お客様から受けた課題を解決するというのはもちろんのことなんですけれども、その前に共に考え、社会課題に向き合い、そして最終形としてですね、共に稼ぐといったような、パートナーが持つ本来の意味に合った関係性になるということが、とても重要ではないかなというふうに思いますし、そうなりたいというふうに強く思っています。未来の競争のビジョンとしてはですね、業界を横断したり、取り組みを始めたいと思ったときに、すぐに始められるような仕掛け、それからデータ連携の標準化を図っていくなど、実施をしていくこと、あと AI の活用などで、シミュレーションなどですね、あらゆる可能性を追求して、この取り組みに入ってきやすい環境を作るということを必要かなと思っています。こういったことで、いろいろな産業の競争力の向上ということと、あとは持続可能なやはり社会の実現を牽引していくことができたらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。ですね、お二方のお話からですね、ネットポジティブが単なる目標ではなく、ビジネスの成長ドライバーとして不可欠であるということが強く伝わってきました。企業がネットポジティブを実現する上で最も重要なマインドセットは変化を恐れず積極的に関わり競争していくこと、この3点を改めて感じました。永瀬さん、西村さん、本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。本日の対談を通じて SST 様の実践事例はサステナビリティ経営とビジネス成長を両立させる具体的な道筋を示してくださったと確信しております。永瀬さんからは実践から得られる力強い提言を、西村さんからはそれを支えるテクノロジーの可能性と未来のビジョンをお聞かせいただきました。視聴者の皆様におかれましても、自社のビジネス変革やサステナビリティ経営の推進に生かせる実践的な知見や戦略的視点が得られたのではないでしょうか。富士通ではネットポジティブ推進プログラムを通じて企業のサステナビリティ経営の実現を支援しております。本日のお話にご興味をお持ちいただいた方は、富士通のネットポジティブ推進プログラム特設ページにて詳細情報をご覧ください。QR コードをこちら画面に表示しておりますので、ぜひアクセスください。本日は SST 株式会社永瀬さん、富士通の西村さん、そしてご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。これをもちまして、本トークセッションを終了させていただきます。皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。